前回のあらすじ。ガストバの店で、レムリエ村の生き残りについて尋ねたブライアンは、バイアルン建設へ再び訪れた時、シュミットもまた、デュマのことを気にしていたことを知る。イザベルへ、ガストバの店で手に入れた壺をプレゼントし、信頼を得たブライアンは、ガルンとシュミットが、盗掘の計画をした部屋へ案内され、様々な資料も入手することができた。ペルー警察で、現場の調査を実際に行った刑事のことを教わり、非番の刑事の家へ。そこで現場には青い石が落ちていたことと、デュマが現場に来ていたことを知る。そして、デュマの居場所を知ったブライアンはそこへ向かうのだった。早速、デュマのところに行こう。待っていたぞブライアン・パール。なんですって、待っていた？どういう意味ですか？やっとのことでここまでたどり着きました。あなたに聞かなければならないことがたくさんあります。そなたがここまでたどってきた道はすべて私が導いておいたもの。ランディはそなたをここへ呼ぶための道しるべであった。そして私もまた道しるべに過ぎぬ。そなたがこの世でなすべきことを導くため、ここにいるのだから。さあ、思い出すがよい。ブライアン・パールよ。思い出すがよいって何よ？ガルン・ドッペスをご存知ですね。ガルンとシュミットは一緒にここへやってきた。青い石を手渡さない限り、そなたらは必ず呪われ、醜い死を迎えるだろう、と言ったのじゃ。あやつらはこの私の助言に耳を貸そうとしなかった。だから、あのような目にあったのじゃ。奇病患者は2人だけではありません。そうよの、エイビはかわいそうな少女じゃ。だが犠牲者はこの3人だけではない。まだ、他にも犠牲者はいるってこと？これから、ということかもしれませんね。シュミットが倒れた場所に落ちていたという、青い石をあなたが探していたと聞きました。そなたをここへ導くための布石ゆえ、取った行動に過ぎぬ。なぜなら、私はただの道しるべ、青く輝くセインとストーンを自在に操ることのできる者がこの世にたった2人しかおらぬ。石を操れるのは2人、操られてこの事件が起こった？あなたのことを教えてください。占い師であるはずのあなたが、道しるべとはどういうことなのですか？そなたはいずれ、すべてを知る。今はまだ、多くを語る時ではない。ダメだ、ほとんど話してはくれない。なんとも言いようのない不思議さが漂っている。占い師デュマ、一体、どういう人物なんだ？そなたが何もかもを認識する時まで、何度でも訪れるがよい。ブライアン・パールよ。ここは出直しかな？青い石について、もう一度確認しに来たよ。また君か。今度は何だね。実はまだ聞き忘れていたことがありましたので。青い石のことなのですが、見せていただきたいのです。何のことかね。シュミット氏が倒れていた場所から青く光る石が発見されたと聞いたのですが。なんだって、そんなことは知らん。第一誰がそんなデタラメを。ランディ刑事です。あんな男の言うことを信じるのかね。君も愚かな人間だよ。署内に青い石が保管されているのでしょう？青い石と言われてもそんなものはどこにもないぞ。報告書にだって載ってないんだからな。あなたを信じないわけではないが、もし見落とされているのなら。君はすっかりランディのやつに騙されたようだね。石などどこにもありはしないんだよ。ブラインドが下ろされているせいか。やけに薄暗い。左手にドアがあるぞ。おそらくプライベートルームがあるんだろう。どうしたんだね。この部屋が何か。やっぱり隠してるよねこれ。ガルン氏はデュマに占ってもらったことがある。と言っていました。その時呪われていると占われたそうです。ガルンは占いを信じるみたいだね。それとも何か自分自身にやましいことでもあるのかな。いろいろ教えていただきありがとうございました。いいや何。次はどうしようか。とりあえずホテルで考え直してみようかな。あれ？今日の調査は終わったようですね。何か思い浮かべてる？やっぱり持ってる。
パルドンが危ない。パルドン警部。あ、そうか。この時間だと、隣のプライベートルームの方だ。ふっふっふ。このセイントストーンはもらっていくぞ。待て、お前は何者だ？ふっふ。はははは。なぜ、僕はここへ来たんだろう。一体、どうなってるんだ。僕は一体。さっきのパルドンの状態を夢で見たってことだよね。また犠牲者が。何がどうなっているのか、わけがわからない。なぜ僕はパルドンの危機を察知できたのか。青い石を盗み取った謎の男は、一体何者なんだ？それに、さっき見た夢は何だったのだろう。限りない懐かしさを伴って、僕の記憶層を揺さぶられた気がする。青い石のことなど知らないと言っていたのに、やはりパルドンは持っていた。そのため彼は、死ぬことになってしまったのだ。この複雑な思いを打ち明けられるのは、今の僕にとってエドガー一人だ。電話をかけて相談しよう。あ、恐れ入ります。ブライアン・パールというものですが、ドクター・エドガーを、なんですって、死んだ。はい、わかりました。至急そちらにお伺いします。なんてことだ。こんなことになるなんて。とりあえず、調査は中止してロンドンへ戻ろう。ああ、エドガー。もしかして、エドガーもパルドンと同じタイミングで。ペリューはどうだった？大変だよ。まだ調査の方も全部終わってないから、エドガーのことが片付き次第また向こうに行かなくてはならないんだ。そうか。早速病院に行こう。この前来た時に比べると、随分がらんとしているな。とりあえず、受付で話を聞こう。すいません。僕はブライアン・パールというものですが。あなたが？はじめまして。私は第一外科、助教授のデビッド・テイラーと言います。あなたのことは生前博士から聞いておりました。こちらこそよろしくお願いします。テイラー助教授。デビッドで結構です。あなたにはいろいろ話をしておく必要がありそうなのです。私と一緒に来ていただけますか？慌ただしくここへお連れして申し訳ありませんでした。実は博士がこのような状態で死んだことを内密にしておきたいのです。その辺の事情に関しては心得ているつもりです。もちろん、記事にするつもりもありません。あなたを信用しています、ミスター・ブライアン。ガルンやパルドンと同じ症状だ。緑色に変色し、血管が浮き出ている。エドガー、あなたに一切渡さなければ、こんなことには、ドクター・エドガーなんですが、亡くなられた時の状況はどうでしたか？院長室にこもりきりだったんです。集中的に調べたいことがあるから部屋に入るな、取り次ぎもするなと。ただあなたからの連絡だけは知らせてくれと言って。ベルーからの僕の電話を知らせようとしたら、はい、変わり果てた博士の姿が。じゃあ、あの電話まで見つかっていなかったんだ。この奇病について、あなたはどうお考えですか？近頃は原因不明の病気は結構あるんです。私はそれが文化発展の代償だという気がしてならない。誰もが大切なものを見失っていく、そんな時代かもしれないですね。この人は、多分何も知らない感じかな。エドガーが青く光る小さな石を持っていたはずなんですが、見たことありますか？青い石？いえ、見たことはありません。それが何か？亡くなったところにあるはずだよね。ドクター・エドガーの調べていた事柄について何かご存知ですか？いえ、全然逆にあなたの方が詳しいことをご存知なのではないんですか？エドガーの発病時刻は、標準時でおそらくパルドンと同時だろう。しかし、こんなことになるとは。青い石はどこにあるのだろう。発病時エドガーが所持していたことに間違いないはずだから。院長室にそのままかな。院長室に行ってみたいのですが。そうですね。博士が調べていたことをご理解いただけるのはあなただけかもしれない。これが院長室の鍵です。もし何か新しい発見があったら知らせてください。ではこれで失礼します。というわけで、院長室にやってきたけど、エドガーがいないだけで、室内は以前のままだ。あ、これはエドガーのダイアリーじゃないか。日記書いていたんだ。エドガーに日記をつける習慣があるとは知らなかった。何かに悩んでいたようだし、悪いことだけど、少し読ませてもらおう。デボラと知り合った時から感じていたことだが、彼女は危険な美しさを放っている。そして、それが何の証なのか、今おぼろげながら分かりつつある。いつも、額につけているルビー色の不思議な石は、まるで、彼女のことを守っているかのように思えてならない。どういう意味だろう。何か落ちたかな？エドガーに渡した青い石だ。やっぱり、この部屋にあったんだね。これは持っていかなくちゃ。以前車の中で話した時も、デボラがどうとか言っていたが、
日記に書かれてあったことも含めて、デボラへの疑惑でエドガーも苦しんでいたに違いない。エドガーはいつからデボラさんのことを疑惑の目で見るようになったのだろう。車の中でエドガーがデボラに監視されてるようだと言ったとき、もっと詳しく聞いておくべきだった。悪魔の福音、もう一度見てみたいけど、あの本が置いてあるのはエドガー宅の秘密部屋だ。家族の人に事情を話してどうにかしてもらおうかな。家族の人ってデボラだよね。エイミ、シュミット、ガルンたち、そしてバルドンとエドガーは、それぞれ同時に発病している。そのことに、グノーシス教という邪教集団が関わっているという気はするのだが、悪魔の福音は見たいが、やっぱり、家族の人に秘密の部屋のことは黙っていた方がいいかもしれない。IC カードさえあれば、あの部屋に入れるんだけど。しかし、カードがどこにあるのかわからないし、とにかくこの部屋にはなさそうだから、デビッドに聞くのが一番いいかもしれない。手術室に行ってはみたものの、すでに解剖が始まっていたし、とりあえずここに来たが、どうしようかな。待つしかないけど、とりあえず編集部に戻ろうか。編集部に戻ろう。というわけで解剖が始まっちゃってね。IC カードがどこにあるかもわからないんだ。でもデビッドが IC カードのことを知っているかどうか。いや、絶対知ってるはずだ。なぜそう言い切れるんだい？あの IC カードは、エドガーが肌身離さず持っていたものだからね。院長室にないってことは、第一発見者であるデビッドが知っているってことになる。そういえば出張中にエドガーから連絡があったよ。なんて言ってた？至急ブライアンと連絡を取りたいと言ってたよ。危機が迫っているから、どうしてもその前に知らせておきたいことがある。とか言って。それから、確かそんな感じだったと思ったけどな。その相手が亡くなったんだから、さっき戻った時に教えてほしかったな。エドガーに貸していた石、見つけたよ。事態がはっきりするまで、とりあえず金庫に預けておくかな。ちょっと待て。その前に見せてくれ。石の模様を見つけてやる。よし、石の模様を見つけてやる。じゃん。この日のために疾病してきた、編集長のメガネ。ダメだ。頭がクラクラする。何をやっているんだ。もう金庫にしまうよ。お前が知っている事件の他には、この奇病発生の事件は皆無だ。そうか。はい、ロンドンポストです。アッテリスター。ちょっと待って。おいブライアン。ああ。僕だ。そっちの様子はどうだい？大変なのよ。エイミは死んじゃうし。そっちではエドガーが変死。じゃあ今すぐ帰国の準備をするわ。いや、それより西ドイツへ回って、関係者たちの家や会社を調べてもらって、その後ペルーで合流したいんだ。私は別に構わないわ。よし。まあ、頑張れや。そういえば思い出したぞ。エドガーが電話を切るとき、キラーオートだと気づくのが遅かったばかりに、とか言ってたな。あれはどういう意味なんだろう。キラーオート？僕にはさっぱりわからないよ。キラーウォートって？病院に電話してみよう。もしもし、解剖は終わりましたか？どうも。じゃあ早速向かおうか。まだデビッドに聞いておきたいこともあるし、とりあえず手術室へ行こう。お疲れのところをすみませんが、ちょっとよろしいですか？はい、どうぞ。院長室から何か持ち出したものはありませんか？いえ、院長室にはあなた以外誰も入っていないはずですが。そういえばセリロのポケットに IC カードが入っていました。その IC カードをお借りしてもよろしいでしょうか？どうぞ。では失礼します。あっけなく見つかったね。エドガーの家に行ってみようか。エドガーの家に着いたぞ。とりあえずデボラ夫人に会って、と。これデボラに話しちゃっていいのかな？あれ？ルシかな？でもおかしいな。こんな夜遅くいないなんて。第一、明かりだってついているじゃないか。解剖ってことは、多分家族には知らせた後だよね。帰ってきていない？本当に誰もいないのかな？とにかく鍵はかかっているようだ。ベルを鳴らしても返事はないし、困ったな。1階からも2階の部屋からも明かりが漏れているのに、どうなっているんだろう。見た限りでは、人の気配は感じられないな。まあエドガーの死後間もないし、
何かと慌ただしいのかもしれない。ひとまず、引き上げるかな。今日はもう編集部に戻る必要はないだろうし、家に帰って、頭の中を少し整理してみよう。自宅に戻ってきたんだね。今日はやけに疲れたな。しかしまだ未確認のことが多すぎるし、ゆっくりしているわけにもいかない。たびたび戻る必要もないが、少し休んで頭の中を整理しよう。誰か来たようだけど、こんな遅く一体誰なんだろう。はい、なんでしょう。ブライアン・パールさんですね。ええ、そうですが。小包です。ここに受け取りのサインを。はい、どうもありがとう。小包、一体誰から？ひょっとして江戸川からの。やっぱりそうだ。悪魔の福音、それに翻訳書、あとは手紙も入ってるぞ。亡くなる前に送っていたのか。今回はここまでにしておきましょうか。今回は急展開したけど、最後に悪魔の福音を手に入れたね。そうですね。青い石もエリスの分を含めると2個ありますね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。